身長富士睡眠クラブのエースです。今回の動画ではプールなどで行う水泳の大会で速く泳ぐために必ず必要となる飛び込み後やターン後の浮き上がり動作について説明していきます。プールで行う水泳の大会ではスタート後やターン後に水中を進める距離というのが決まっています。自由形、背泳ぎ、バタフライは壁から 15m まで、平泳ぎは水中でワンストロークワンキックの動作が認められています。水泳の選手が泳いでいるところを見るとスタート後やターン後というのはすぐに水の上に上がってきて泳ぎ始めている選手よりも水中を少し進んでから浮き上がって泳ぎ始めている選手の方が多いと思います。これはなぜかというと水中の方が水の抵抗が少ないからです。しかし水の抵抗が少ないからといって水中で抵抗の少ないストリームラインの姿勢を作る技術やキックで進む技術がない人が無理に長い距離潜ってしまうと逆にスピードが落ちる原因になります。ボードを使って説明していきます。縦の軸が泳いでいる時のスピード、横の軸が時間になります。そしてこの赤いラインは自分自身がレースで泳いでいる時のスピードになります。飛び込んだりターンをした後というのは飛び込んだ勢いや壁を蹴った勢いがあるので水の中をかなり速いスピードで進んでいきます。そして水の中を進みながら抵抗を受けていくので少しずつスピードというのは落ちていきます。この水中を進んでいるスピードが自分が泳ぐレーススピードと同じスピードになったこのタイミングで水の上に浮き上がって泳いでいくというのが大切になります。例えばこれが潜りすぎてしまって自分のレーススピードよりも遅い状態になってから浮き上がりをして泳ぎ始めた場合というのはレーススピードに上げるまでに加速をしないといけなくなります。加速をするためにはより大きな力が必要になるのでかなり効率の悪い浮き上がりになってしまいます。また水中で抵抗の少ない姿勢を作る技術やキックの技術が低い方というのは水中にいればいるほど失速するペースが速くなってしまうのでこの進むスピードというのが速い段階で落ちていって同じ浮き上がりのポイントなのにスピードが全く違うという状態になりかねません。この場合は先ほどよりもより加速をする割合が増えるのでより疲れる原因になってきます。そして失速した分タイムは遅くなります。仮に1回の浮き上がりによる失速によって 0.3 秒遅くなった場合短距離の種目であればこの 0.3 秒というので大きく結果が変わるかもしれません。長距離では浮き上がりの回数が多くなるので同じスピードで泳いでいる選手同士でもターン後の浮き上がりの技術によってターンのたびに離されてしまったりターン前に抜かしたのにターンの浮き上がりで抜き返されてしまったりすることがあります。速く泳ぐためにはストロークやキックの技術というのも非常に大切なんですけどもスタートやターン後にできるだけこのスピードを落とさないようにしながら泳ぎ始めていくということも非常に大切になります。また水中を進む時の深さによっても浮き上がってくる時に水の抵抗を受けるので浮き上がってくる角度によってもスピードというのは変わってきます。できるだけスピードを落とさずにレーススピードと同じになったタイミングで浮き上がって泳ぎ始められる深さや回数というのを見つけていきましょう。判断するための練習方法を一つ紹介していきます。例えば 50m でタイム計測を行った場合
タイムの速い遅いという変化があった場合でも、浮き上がりが原因なのか、ストロークの形、キックの形、姿勢の崩れが原因でタイムが変化しているのか判断しにくいです。もっと短い距離で潜る深さやキックを打つ回数というのを変えながらタイムの計測を行っていきます。今回説明したこの内容に関しては水泳の選手以外でも必要になります。楽に泳ぎたい、長く泳ぎたいという方は無駄な力を使わないためにもこの浮き上がりの技術というのを上げていくといいと思います。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。